BTS はメンバーがとても仲がいいことで有名なグループですが、特に仲の良い組み合わせのカップルについては、ファンの間で固有の呼び方があるのをご存知でしょうか。天真爛漫なテテと一見クールなシュガは対照的ですが、人気のコンビです。常にスキンシップを取ったり大騒ぎをしているわけではありませんが、2人だけの決まり事があり、その姿を見ると、アーミーはとても幸せな気持ちになります。一体どんな決まり事があるのでしょうか。早速まとめてみました。敵カップルとは、世界で最もハンサムな顔100人で1位となったテテと、リードラッパーであり、作詞作曲も手掛けるシュガのコンビは、テギと呼ばれることが多く、他にも同じテグ広域市出身ということで、テグボーイズとも言われています。テテは、1995年12月30日生まれで、シュガは1993年3月9日生まれなので、2学年差です。テテは人懐っこい性格で交友関係が広く、日本でも人気となった韓流ドラマ「梨泰院クラス」の主演を務めたパク・ソジュンさんとも仲がいいのは有名です。天真爛漫で4次元と言われる不思議な性格であるため、メンバーやアーミーからは5歳児と呼ばれています。対してシュガは生まれ変わったら医師になりたいという願望を持つ少し脱力系な性格で、寝ることが好きなのでアーミーからは G と呼ばれています。2人は孫とおじいちゃんのような関係と言われており、テテがシュガに絡み、シュガは困りながらもテテの要求に応えてあげている姿がよく見かけられます。そんな性格が正反対と思われる2人は、当初はあまり接点がありませんでしたが、2017年にブライブのボンボヤージュシーズン2でハワイ旅行に行ったことがきっかけで、一気に2人の距離が縮まります。テギカップルの仲良しエピソード。デビューして間もない頃、ケーキのろうそくをメンバーみんなで消そうとした時に、テテが乗り遅れてしまい1人だけ参加できない場面がありました。そのことに気がついたシュガは、その後、テテの顔の前にろうそくに見立てた人差し指を出し、ろうそくを消させてあげました。テギの大好きなエピソード。テテがろうそくを消せてないことに気づいて、手でろうそくを作ってあげてたユンちゃん。何回見てもいい。ユンちゃんの優しさが伝わるね。また、テテはシュガのラップやジェスチャーが素晴らしくて大好きだということをデビューしたての頃から言っており、リスペクトしています。2018年に公開された Hulu の We Love BTS 原宿スイーツパーティー編というオリジナル番組でも、テテはこの世界でシュガヒョンのラップが一番好きですと言っていますし、サイパー BT さんのシュガのラップをテテがソロステージで披露もしています。テテはシュガのラップを尊敬していて憧れているのです。ラン BTS の EP113 では企画でシュガがテテを担いでリンボーをくぐったり、逆にテテがシュガを担いでリンボーをくぐる様子が映し出されており、仲の良い姿を見ることができます。テギエピソードが感動的。冷静なシュガは塩対応をすることが多いのですが、テテには甘い一面を見せることがたびたびあります。テギカップルはテテがシュガに絡みに行って、シュガが嫌な顔をしながらもテテの要望に応えてあげるパターンが多いのが特徴で、ファンミーティングではテテにハグをされそうになり、嫌がる素振りを見せるシュガが、最後にはハグを受け入れてあげるツンデレな姿も見ることができます。ラン BTS EP112 ではチーム分けをする際にテテがすぐさまシュガのところにハグをしに行き、シュガが嫌がりながらも嬉しそうな姿を見せています。何もしたくないというシュガは来世は医師になりたいと言ってますが、メンバーに向けて詩を書いて読み上げた時にテテは、来世は医師になりたいと言っているユンギ、大丈夫。僕がいつも君を身につけていろんな美しいところへ連れて行くよという温まる内容をプレゼントしました。
とても素敵ですね。シュガは2012年の練習生時代にアルバイトをしている時に事故に遭い、上腕骨脱臼と診断されています。その後デビューし、様々な活動をしながら、リハビリや治療を続けてきましたが、後遺症に悩まされ、症状が思うように良くなりませんでした。そして、2019年に左側後方関節損傷と診断され、2020年11月3日に手術を受けて、11月6日に事務所からシュガの一時活動休止が発表されました。そんなシュガが活動休止中に手際を感じたエピソードがあります。BTS の公式 YouTube に投稿されているメロンミュージックアワード2020の舞台裏映像でメンバーがオンのモニターチェックをしていました。するとテテがぽつりとシュガさんがいないから何か間違っている気がするとつぶやきます。その後他のメンバーもやっぱり間違っている、シュガがいないこと自体が間違いなんだと口々にシュガへの思いをつぶやきました。また FNS 歌謡祭もシュガは不在でしたが、舞台のセットにシュガの描いた絵が飾ってあり、曲中テテがシュガの絵に寄り添う場面も。FNS を視聴していたアーミーは手際を感じたのではないでしょうか。ハワイ旅行。2人が仲良くなったきっかけは2017年にブライブのボンボヤージュシーズン2でハワイ旅行の時と言われています。このハワイロケではいくつかの企画があり、ロケ6日目には友情旅行をテーマに旅をすることになっており、チーム分けをしました。当初シュガと RM が同じチームでしたが、それまでの企画でもずっと一緒だったことから新鮮さが足りないという意見が出て、今まで見たことがない組み合わせにしようという話になり、シュガとテテがチームを組むことになります。シュガは一番意見が合わないのがテヒョンでお互いほったらかしといい、RM もこの2人には接点がないと話しました。シュガはテヒョンに合わせる。なぜなら、テヒョンは僕に合わせられないからと、ヒョンの器の大きさを見せてくれ、さらに意見が合わず喧嘩をしてしまいそうな時の解決策として手をつなぐというルールを決め、2人は旅に臨むことになります。2人がハワイを旅する様子は、メンバー全員で運営している Twitter のアカウント BTSTWT で公開されています。2人の友情旅行では、海で写真を撮り、記念品としてブレスレットとネックレスを購入してインチョンまでつけていくことを約束します。ちなみに翌朝、シュガは早速つけ忘れていました。そして韓国料理が食べたいというテテの意見にシュガが合わせ、韓国料理を食べに行き、ビルの階段をじゃんけんしながら降りる遊びや、この遊びに負けたら相手をおんぶするというルールにもシュガは答えてくれ、約束通りテテに合わせて行動をしてくれています。シュガは友情記念で買ったネックレスは今でも家で保管していることを欄 BTS の EP124 で語っていました。2人にとって手つなぎとは？いつも意見が違うのがテヒョンだからとペアで街を回ることになって、もし喧嘩しそうになったら僕たち手をつなぐことにしますのこの場面やばい。手を握られて照れてるテテかわいいし、他メンバーもなんか照れちゃってるのもかわいい。愛すべき G と孫感が最高です。ハワイの友情旅行の前にシュガが意見が割れて喧嘩しそうになったら手をつなぐと言った後、シミュレーションでシュガはテテと手をつなぎました。しかも恋人つなぎです。その後、旅行のお小遣いを決めるためにチームメイト同士で卓球のラリー10回をチャレンジしようとしましたが、早速テテとシュガの意見が分かれてしまい手をつなぎます。ハワイ旅行で何度も手をつないだことで2人の距離は急速に縮まり、その後何かとペアになる機会が増えた2人は今でも何かあると自然に手をつないでいます。欄 BTS EP27 では2人で手をつなぎながらテレパシーゲームに挑戦し、
見事3問連続で意見を一致させていました。ちなみに、同じハワイの友情旅行でチームを組んでいた RM と J-HOPE も途中で距離を縮めるために手をつないでみましたが、なんかちょっと違うよねということで手をつなぐことをやめていました。テテとシュガにとっての手つなぎは、2人の距離を縮めて仲良く居続けるために最も適した手段だったのかもしれませんね。ハワイ以来、テギは手をつなぐ癖がついてしまったの？最高なの？シュガの手紙に、テテ、号泣。2018年のフェスタで公開された動画では、メンバーがお酒を飲みながら質問に回答し、談笑する様子が映し出されました。その中で、テテが、急に、ある日、誰かが、私に、非常に長いメッセージを送ってきてくれたと話し始め、その相手がシュガであることを公表すると、ジンは、自分には、1行の短いテキストしか送ってきたことがないと嘆き、メンバーは、シュガがテテに送ったメッセージの内容が、どんな内容だったのか興味津々になりました。テテは、具体的な内容は言わなかったものの、メッセージに愛しているという言葉が入っていたことを公表し、そのメッセージを受け取った後、10分ほど泣いたことも明かしました。その後、ジョングクもシュガから愛しているというメッセージを受け取ったことがあることを明かし、ジミンが自分もそのメッセージが欲しいと要求、とても盛り上がりました。シュガはクールなので、物事にも人にも無関心に見えますが、冷静に状況やメンバーのことを見ているので、少しの異変にも気づいたり、心に響く言葉をかけてあげることができる、とても頼れる優しいヒョンですね。まとめ。昔からテテはシュガのラップを尊敬していながらも、性格が正反対で、お互いの絡み方が交わらず、一時期までは少し距離があった2人ですが、ハワイの旅行をきっかけに何度も手をつなぎ距離を縮め、今ではテレパシーゲームで完璧に正解できるほど強い信頼関係ができています。テレパシーが通じるからでしょうか。テテが10分間も号泣してしまうほど胸に響くメッセージをシュガは送っていたこともありました。孫とじいと言われる2人のコンビですが、繊細な部分を持ち合わせている芸術肌のテテとシュガなので、正反対に見えて、実はお互いの気持ちがよくわかる最強の関係なのかもしれませんね。